お世話になっております。マサルです。前回は L2 スイッチの特徴について一緒に勉強しました。L2 スイッチは宛先 Mac アドレスの情報と自分の持っている Mac アドレステーブルの情報とを照らし合わせてデータを送り出すポートを決定していました。しかし、よく考えるといくつか疑問浮かんできませんか？例えば、そもそもいつ Mac アドレステーブルって作られているのか？さらに、一体不特定多数になるようなブロードキャスト通信が発生した場合、L2 スイッチはどのように Mac アドレステーブルを参照してデータを処理するのでしょうか？まだまだ L2 スイッチと Mac アドレステーブルについては知っておきたいことがたくさんあります。今回はこの2つの疑問をパケットトレーサーの動きを見ながら一緒に勉強していきたいと思います。それでは始めていきましょう。それではここからは実際にパケットトレーサーを使いながら見ていきたいと思います。いつものようにこのパケットトレーサーのデータは概要欄からダウンロードできるようにしてますので、一緒にやってみたい方はダウンロードして一緒にやってみてください。では始めていきます。まず手順1、シミュレーションモードを起動しましょう。これは右下のシミュレーションボタンを押すだけで大丈夫です。可視化したい情報をフィルターします。今回は ICMP と ARP の2つを指定しましょう。エディットフィルターズを選択して ARP と ICMP にチェックが入っていることを確認して画面を閉じてください。一応ここのイベントリストフィルターズの中に ARP と ICMP この2つが入っていれば問題ありません。次、スイッチ0の Mac アドレステーブルを確認します。スイッチ0をクリックして CLI を選択。このような画面が出ている人は一度エンターを押してください。スイッチと出ていれば OK です。この状態で Show Mac アドレステーブルと入力してください。Show Mac アドレステーブルと入力できたらエンターを押します。今は Mac アドレステーブル何も情報がない状態です。何もない状態を確認できたら次の手順に行きます。次、PC0 から PC1 にピングを打ってみます。PC0 をクリックしてデスクトップタブのコマンドプロンプトを選択。ここでピング 192.168.0.2 と入力してください。ピング 192.168.0.2 と入力できたらエンターを押します。するとシミュレーションモードになっているのでデータが可視化されているはずです。この可視化されている情報はプレイコントロールズの早送りボタンを押すと情報が一つずつ前に進んでいきます。では一つ情報を前に進めていきたいと思います。すると PC0 からのデータがスイッチに届きました。この瞬間のスイッチが持っている Mac アドレステーブルの情報を見てみましょう。スイッチ0をクリックして同じコマンドを使いたいので矢印の上ボタンを押してコマンドの履歴を呼び出しましょう。Show Mac アドレステーブルと出ている状態でエンターを押します。すると Mac アドレステーブルが更新されていることに気がつくはずです。この Mac アドレステーブルを見る限り、ポートの FA0/1 の先に Mac アドレス末尾 E2D3 を持つ端末がいるという情報を管理しています。ではスイッチはどうやってこの Mac アドレステーブルを作ったのでしょうか？それは今受信したこのデータです。このデータの中身を見てみます。このデータをクリックしてレイヤー2を見てください。すると送信元 Mac アドレスが末尾 E2D3 から出ていることがここでわかります。つまりデータを受け取ったときにそのデータの送信元 Mac アドレスを見て、その送信元 Mac アドレスを持っている端末がそのポートの先にいると判断して Mac アドレステーブルを更新しているんです。流れを追って説明すると FA0/1 からデータが来ました。そのデータの送信元 Mac アドレスは末尾 E2D3 のものでした。つまり FA0/1 のポートの先に E2D3 の Mac アドレスを持つ端末がいると判断します。なので今後宛先 Mac アドレスとして E2D3 の Mac アドレスを指定するものが来れば FA0/1 からデータを転送しよう。このような情報を Mac アドレステーブルに記録しておくわけですね。送信元 Mac アドレスを元に Mac アドレステーブルを作っていることはしっかり理解しておいてください。ではこのデータをもう少し進めていきたいと思います。プレイコントロールズの早送りボタンを押してください。するとスイッチ0は全体に向けて通信を転送しました。PC0 は PC1 に向かって通信したんですが、なぜ全体に向けて通信を転送したのでしょうか？プレイコントロールズで一つデータを戻してあげてください。
スイッチ0にデータがある状態で、このデータの中身に注目してみましょう。すると、レイヤー2の宛先 MAC アドレスを見てください。宛先 MAC アドレス、すべて F になっています。すべて F の情報は、ブロードキャストの情報であるということを表しています。ブロードキャストの通信は不特定多数の届く範囲全体に渡す通信でした。なのでスイッチは全体に対して転送してあげるんですね。あとはもう一つ注目してほしいのはスイッチ0の持っている MAC アドレステーブルです。このように MAC アドレステーブルに該当の情報がなければスイッチはフラッティングという動作を行います。フラッティングというのは受信したポート以外の全てのポートからデータを転送するという動きです。このフラッティングという言葉もぜひ覚えておいてください。ちなみに全て F のブロードキャストの通信に関しては必ず全てのポートから転送する動きになるので MAC アドレステーブルで情報を管理するようなことはありません。では続きを見ていきましょう。スイッチ0からデータを1つ送ってみたいと思います。全体に対してブロードキャストの通信が行きました。ブロードキャストの通信であるかどうかはレイヤー2の宛先 MAC アドレスの情報を見ればわかります。すべて F になっているとブロードキャストの通信としてスイッチは処理をして全体に対して送ります。では帰りの通信も見ていきましょう。プレイコントロールズからデータを1つ早送りします。するとスイッチ0に帰りの通信が届きました。この時にスイッチ0がどのような MAC アドレステーブルを持っているのか皆さん想像つきますか？少し考えてみてください。ちなみに先ほどの MAC アドレステーブルはこのようになっています。FA0-1 の先に末尾 E2D3 の MAC アドレスを持つ端末がいる。このような情報だけを持っています。では答えを見てみたいと思います。上ボタンで Show MAC アドレステーブルを出してエンターを押してください。すると情報が1つ更新されていますね。FA0-2 の先に末尾7486を持つ端末がありますよっていう情報を更新しています。なぜ更新されたかは先ほど説明した通りですね。このデータの送信元 MAC アドレスを見て7486だと判断して、じゃあ FA0-2 の先に末尾7486の MAC アドレスを持つ端末がいると判断して、その情報を MAC アドレステーブルに反映させています。なので今はこのように MAC アドレステーブルが2行になったということです。MAC アドレステーブルは送信元 MAC アドレスの情報を元に更新されていきます。それでは手順次に行きたいと思いますので、一旦シミュレーションモードの左側にあるリアルタイムというボタンを押してください。リアルタイムというボタンを押し終わった後にもう一度シミュレーションモードに移行させておいてください。ここで次にブロードキャストの通信をもう一回見ておきたいと思います。まずは可視化される情報をフィルターします。今は ARP と ICMP なので、これを両方チェックを外してください。その後に DHCP というところにチェックをつけて、×ボタンで閉じてください。ここのイベントリストフィルターズに DHCP だけがあることを確認しておいてください。DHCP が何なのかはまた別の動画でお話しします。今はこの DHCP というものを使うとブロードキャストの通信が生まれるんだというところだけ理解しておいてください。これから DHCP という機能を有効にしてブロードキャストの通信を発生させてみたいと思います。PC0 をクリックしてこのような画面になっている人はこの×ボタンで一度閉じてください。そして IP コンフィグレーションを選択して DHCP を選択してください。すると DHCP という機能が有効になってブロードキャストの通信が生まれます。ブロードキャストの通信が PC0 の上に生まれていることを確認してプレイコントロールズの早送りのボタンを一度押してください。ではスイッチ0に届いたこの情報の中身を見てみてください。するとレイヤー2のところで送信元 MAC アドレスは PC0 の E2D3、 宛先 MAC アドレスは全て F になっています。この全て F の情報何だったか皆さんしっかり覚えてくれてますよね。この全て F の情報はブロードキャスト通信であることを表しています。ブロードキャスト通信なのでスイッチ0はどのように通信を処理するのか、これは全てのポートから情報を出すということでした。ブロードキャスト通信の時は宛先 MAC アドレス全て F になりますので、ここもしっかり覚えておいてください。それでは今回の実習は以上です。お疲れ様でした。
はい、実演お疲れ様でした。それでは最後に今回の学習内容をまとめておきましょう。いつ Mac アドレステーブルが作られるのかという疑問に関しては、フレームを受信したときに、送信元 Mac アドレスの情報を見て Mac アドレステーブルに登録していましたよね。あともう一つの疑問、ブロードキャスト通信が発生したときに L2 スイッチはどのように処理するのかというところは、受信したポート以外のポートからデータを送信していました。この動きはフラッティングと言われます。ブロードキャスト通信の際は宛先 Mac アドレスが全て F になっているのも特徴的でした。このブロードキャスト通信の時に宛先 Mac アドレスが全て F になるというところは CCNA の試験でよく出るところなのでしっかり押さえておきましょう。それでは今回は Mac アドレステーブルについて詳しく見てみました。今回の動画いかがだったでしょうか。もしこの動画が参考になれば高評価、チャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。